今日はこの具材で豚汁を作っていきたいと思います。ごぼうが手に入りましたので豚汁を作ることにしました。ちょっと小さいんですけどまあいいでしょう。ネギも太ネギを使いたいところ、うちで生えてるのこれしかないので細いネギを使います。こんにゃくもちょうど手に入ったんですね。まずは豚肉、薄切りが売ってないのでこちらで切ります。肩ロースのところを切っていきたいと思います。まあその薄切りにする必要もないんですけども、小さく切ればまあでもできるだけ切りましょう。凍ってたのを半解凍して切ると切りやすいですね。薄切りにする。お肉たっぷりの豚汁作りたいと思いますね。前まで韓国の食材店で薄切りの豚肉売ってたんですけど、最近全然置いてないのでしょうがないですね。でもちょっと割高になっちゃうので、薄切りだと自分で肉の塊買ってきて薄く切った方が経済的ではあります。できたらハムやチーズを切る、肉も薄切りにする、欲しいですね。すいません、今日得意料理なのでレシピがちゃんと測ってないんですけど、できるだけちょっと全部測ってみましょうね。どれぐらいあるか。困りましたね。アスカが締め出されたみたい。はい、ほいで早く。お肉が約 650g ですね。はい、こんにゃくは味が染みやすいように少し線を入れておきましょうね。柔らかい、ほんと柔らかいこんにゃくですよね。こっちの。はい、手で蒸しておきますね。手で蒸した方が味が染みやすくなりますので。適当な大きさでいいです。スプーンでちぎってもいいですけど、まあより手の方がいいですね。こっちのこんにゃく柔らかいので手で蒸しやすいです。はい、これ置いときましょう。で、ごぼうですね。ごぼうはよく洗って包丁の裏でアルミホイルでゴシゴシやるっていう方法もありますけど、くしゃくしゃしてですね。でもこっちアルミホイル貴重で高いので使いません。包丁の裏で削っていきます。
ね。はい、そして鉛筆を削るかのように落としていきますね。切っていきます。飛び散っちゃいました。もう根っこじゃないですね。他の部分も切っときましょうね。大根4つに切って、でこれぐらいの分厚さですね。1センチちょっと。で、人参まず半分に切って、小さい人参ですね。で、大根よりは薄めに切ります。これぐらいの薄さですね。はい、玉ねぎちょっと中が茶色いとこ取っちゃいますね。よかったら少しで茶色いとこ。中まで腐ってたら厄介ですよね、玉ねぎは。大きめでいいです。こんな感じで。じゃがいも、玉ねぎに合わせた大きさですね。太ネギのがいいんですけどね、しょうがないですね。ネギは最後に入れます。これぐらい入れておきましょう。お鍋にごま油がない。できたらごま油使いましょう。もうほとんどないけど入れます。サラダ油を足して火をつけて、お肉入れます。ごぼうも入れます。ニンニクや生姜も入れてもいいんですけど、うちはあんまり豚汁には入れないですね。お好みでニンニクや生姜入れてもいいです。すって入れたりですね。それは刻んで入れてもいいです。はい、根菜類も入れます。大根、じゃがいも、人参、玉ねぎね。本当は里芋とか日本では使うんでしょうけども、中南米の方向けにじゃがいもで作る豚汁ですね。別に悪くはないです。うちもいつもじゃがいも使ってます。今庭に山芋植えてるんですけど、1年経ってどれぐらい大きくなったかな。2、3年したら掘り起こしてみたいと思います。
前日系の方から買ってきた山芋を食べた後皮を捨てたら、それがそこから成長して生ゴミで埋めたはずなのが葉っぱが出てきて、で 2,3 年して大きく育って食べた覚えがあります。すごい生命力ですね。芋混ぜづらいのでしゃもじ使いますね。強火です。いいです、火は。ああ、いい香りがしてきました。ごぼうが入ってるとやっぱり違いますね。いつも目分量なんですけども、今日は測りました。砂糖は 20g 入れてみます。おでんとか肉じゃがと違ってそんなに砂糖は使わないですね。で、お味噌が入るので塩は入れないでおきます。お味噌の種類によってしょっぱさが違うんですが、今日はラパス婦人会のお味噌、ちょうど岩手の田舎のお味噌に味が似てるんですけど、それを今日は使いたいと思います。イグアスの方のお味噌も美味しいんですけどね、今日はラパスの味噌でいきたいと思います。田舎風の味噌。さて、こんにゃくも入れます。はい、だし汁を入れてきます。ちょうど2リットルだし汁入りました。沸騰するまで強火でいきます。このまま蓋をしましょう。はい、沸騰してきました。弱火にしますね。で、アクを取ります。まあ、丁寧に取らなくてもいいでしょう。適当にある程度取ったらいいです。アクを取りましたらお味噌を入れていきます。お味噌が甘ければ砂糖は入れなくてよかったんですけど、ちょっとこれはしょっぱい方なので砂糖少し 20g だけ入れました。お味噌これどれぐらいの量だったんだろうね。後で大体の量を書いときます。後でもっと味噌足しますけど、とりあえず1回目。そうですね、今入れたの多分 80g ぐらい入れたと思います。後でもっと足します。みりんも大さじ1杯分ぐらいさっと入れます。なければホワイトワインとかでもいいです。いつも代用してますね、ホワイトワインも。薄揚げを切って入れてもいいですね。そしたらまたいいお出汁も出ますし美味しいですね。まあ今日は入れませんけども、生姜にんにく好きな方はいいですけども、豚汁にはちょっときついかなって気がしますね。他の具材の風味を消してしまうこともあるので、うちは入れないです。優しい豚汁の味が好きですね。味噌の味。寒い冬は体が本当に温まります。
根菜類がですね、体を温めてくれますね。もう煮えてますね。大根も。大根ちょっと酢が通ってたかな。ちょっと硬いね。でもいいですね。 OK です。じゃあお味噌を追加入れていきます。もう 80g ぐらいですね。合わせて150-60g になってますので、見た目の色よりこのお味噌はちょっとしょっぱいので注意ですね。味を確かめながら入れていってください。そのお味噌の種類によって違いますから。大体こんなところでしょうかね。最後おネギを入れます。大きいお椀に継ぎましょう。はい、豚汁にお好みで唐辛子とかを振りかけてお召し上がりください。豚汁の完成です。